ゲームが大好き桜島です。今回は衝撃 FireTV でゲームが少ないからスーパーファミコンを遊んでみた、こちらをテーマに話をしていきたいと思います。この動画では FireTV でスーパーファミコンソフトを遊ぶ理由、スーパーファミコンソフトを遊ぶ方法、実際に遊んでみたら驚きの結果だった、これらについて解説していきたいと思います。このチャンネルはタブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェットやパソコン、テレビなどの家電を有効に活用してもっと生活を便利で豊かにするための情報を発信しています。こういった情報に興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題に入っていきます。皆様ご存知 Amazon FireTV は格安で買えるお手軽なテレビ向けエンタメ機器です。エンタメの内容としては映画、ドラマ、アニメ、ゲーム、そういった多くのエンターテインメントコンテンツを楽しむことができます。そんなエンタメ大量機器の FireTV ですが、不満があります。正直ね、不満を挙げたらキリがないんですが、一番の不満はゲームカテゴリーです。知っている人も多いと思いますが、非常に遊べるものが少ないです。 Google のゲームコンテンツを使えればよかったんですが、 FireTV に Google プレイを導入することができないようです。そこで野良アプリを利用してゲームができないか試していきました。そんな FireTV でスマホ向けのゲームを遊んでも少しロマンが足りないんじゃないのとか思ったりしますよね。ロマンあるゲームといったら何かを考えた時にやっぱりレトロゲームなんじゃないかなと思っています。最近のグラフィックゴリゴリのゲームはまず動かないし、クラウドゲームは満足に動かせる環境にもなっていないです。レトロゲームといったら何か、意見が多かったのがスーパーファミコンです。そこで今回は大人のロマンとして FireTV でスーパーファミコンを遊ぶ、これに挑戦していきたいと思います。この動画は FireTV でスーパーファミコンソフトを遊ぶためのロマンのエンタメ動画です。全く実用性がないと思ってください。全く役に立ちません。無駄にお金を消費しているだけです。任天堂スイッチで遊べるみたいなツッコミはなしでお願いします。特に詳しいというわけではないので、答えられる質問には限りがあります。まずは遊ぶゲームソフトの調達が必要です。ゲームのファイル化は以前の FireHD10 のそれとほとんど同じ流れです。ゲームソフトはブックオフとハードオフで購入しました。昔のゲームだからすっごい安いんでしょと思っていましたが、とんでもない高値がついているソフトもあってびっくりしましたね。レトロゲームという世界は非常に奥が深そうです。今回準備したのはスーパーファミコンの歴代売れ筋ランキングの上位に来ているソフトをセレクトしました。マリオカート、クロノトリガー、ドラッグエ、スーパードンキーコングですね。FireTV で遊ぶといってもこのままで遊ぶことはできません。FireTV で動かせるようにソフトを取り込むことが必要です。単純なイメージとしては、カセットからデータをパソコンに取り込み、パソコンから FireTV へデータを移す必要があります。まずはパソコンへの取り込みが必要です。そこで準備したのがこれらのアイテムです。レトロベースダンパー V3 とSFC プラグインアダプター 2.1 です。こういうのって秋葉原の裏路地とかで売っていそうなイメージなんですが、最近は Amazon で普通に買えちゃったりします。 Amazon って超便利ですね。レトロベースダンパー V3 はメガドライブ用の吸い出し機器です。 USB-B と USB-A のケーブルの付属はしません。別途買う必要があります。 SFC プラグインアダプター V2.1 はスーパーファミコン用の吸い出し機器。レトロベースダンパー V3 に増設するタイプの機器です。基板がむき出しなので取り扱いには注意が必要です。静電気対策は必須。端子部分や部品部分を直接指で触らないようにしないといけないですね。自作パソコンとかできる人は扱いは大丈夫だと思いますが、それ以外の人はあまりおすすめできる機器ではありません。それでは PC に接続していきます。ダンパーにスーパーファミコンプラグインを接続、 SFC プラグインにカセットを接続、 USB ケーブルで PC と接続、この手順で接続します。先に PC へ USB ケーブルを接続した後にカセットを接続するのは NG です。接続できる場合がありますが、本来の使用方法ではないので壊れてしまう可能性があります。再接続する場合は USB ケーブルの抜き差しの後で行います。次は PC での吸い出し作業です。ソフトはレトロダンパーの公式サイトから入手します。インフォボタンでカセット情報を取得、カセット名がちゃんと表示されていれば OK。 ダンプボタンでファイル化が開始します。できるファイルは数メガバイト程度ですね。次はデータのチェックです。カセットは古くて汚いので端子が汚れてしまっている場合があります。そうするとファイル化に失敗する場合が多いです。そんな時はデータが吸い出せているかチェックするソフトでチェックします。ロムチェッカーは正常に吸い出しができるか確認ができるソフトです。これがチェック画面ですが、最後の方のチェックサムが一致しているという風に表示されていれば OK です。
もしチェックサムが一致していなくてデータが壊れてしまっている場合、カセットの端子部分の掃除をします。正しい手順か微妙ですが、クレのコンタクトスプレーを準備しました。綿棒の先にスプレーをかけてカセットの端子部分をゴシゴシこすります。そうすると綿棒の先が黒くなります。だいぶ汚れてるってことですね。10年以上も掃除をしていないので汚れてしまっても仕方がないですね。とにかく端子部分の掃除を行います。あまり力を入れず根気よく優しくゴシゴシするのがコツです。力を入れすぎて壊れてしまっても困りますからね。用途に合っていないなと思ったら専用のレトロゲーム復活剤なんてのも売っています。こういったものを使うと良いのかもしれません。私の場合これを使わなくても端子の復活はできました。読み取りがうまくいかなかったカセットを再度接続します。程よくカセットを掃除できたら再度カセットを接続してデータを取り込みます。ロモチェッカーでチェックサムが一致するまで掃除とデータの取り込みを繰り返します。根気がいる作業なので一番の難関かもしれません。次は FireTV へファイルを送る準備をしていきます。今回は分かりやすく USB メモリーと OTG ケーブルを準備しました。 OTG ケーブルはマイクロ USB の OS とマイクロ USB メスの構成で途中に USB の A のポートを搭載しています。 USB メモリーは普通に売っている 8GB のメモリーです。 FireTV の準備をしていきましょう。FireTV のオプションの中で開発者オプションを選択します。 ADB デバッグというのがあるのでこれをオンにします。次は FireTV からダウンローダーというアプリを検索してダウンロードしてインストールします。次はダウンローダーアプリから URL を指定してレトロアーチのアプリをダウンロードします。文字列を直接打ち込まないといけないのでリモコンで根気よく打ち込むか USB キーボードもしくは Bluetooth キーボードから打ち込みます。リモコンだと発狂してしまうレベルでめんどくさいです。ダウンロードするとインストールするかどうか聞かれるのでインストールを開始します。レトロアーチとは様々な機器のエミュレーターを動かせるアプリのことです。スーパーファミコンやファミコン、DS や 3DS、ゲームキューブや Wii、プレイステーションなど様々なゲームを動かすことができるアプリです。次に ES ファイルエクスプローラーマネージャーをインストールします。検索してダウンロードしてインストールしてください。 OTG ケーブルと USB メモリを使って FireTV と接続します。 USB に保存しておいたゲームファイルをこのアプリを使って FireTV にコピーします。できれば分かりやすいようにレトロアーチフォルダーの下に置いておくと便利です。それではレトロアーチを起動します。まずはコアをロードします。コアとはエミュレーター本体だと思ってください。最初は何もコアがない状態なのでスーパーファミコンが扱えるコアをダウンロードします。任天堂 SNES、SFC、SNES-QX と表示されているものを選びましょう。私は2010というのを選びました。バージョンによっては再エンドとか重さが変わってくるんじゃないかなと思います。次はコンテンツをロードしていきます。先ほど保存しておいたゲームのデータの場所を開いていきます。保存した場所を正常に開くことができればファイルを表示することができます。あとはゲームのファイルを開いてゲームを開始するだけです。それでは動作チェックをしていきます。
コントロールは Fire TV リモコンで操作します。ボタンが少ないし、できることは限られているので、正直おすすめはできないです。手持ちの Bluetooth コントローラーを試していきます。おすすめは Xbox のコントローラーですね。X と Y、A と B の位置が逆転しているので設定が必要です。PC、Android、iPhone でも使える汎用のコントローラーなので、一家に1台あると便利ですよ。レトロアーチには他にも対応コアがいっぱいあります。スーパーファミコンの他にもファミコン、バーチャルボーイ、DS、3DS、ゲームキューブ、Wii、プレイステーションなどなど様々な機に対応していて、要望があれば今後も試していきたいなと思っています。今回のまとめです。Fire TV でスーパーファミコンを遊ぶ方法を紹介しました。ほとんど実機と同じ再現度で遊べると思います。Bluetooth コントローラーが便利です。テレビでレトロゲームを遊ぶとかなり懐かしい気持ちになると思います。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。